皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、牡蠣好きにはたまらないね、むちゃくちゃ美味しいね、簡単なおつまみの作り方を紹介させていただきます。もうね、味付けも簡単すぎて失敗知らずのね、超簡単レシピなんでね、牡蠣好きの方はぜひ試してみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら加熱用の牡蠣1パックです。マヨネーズを使います。チューブタイプのおろしにんにく少々。材料は以上です。まずはね、こちらの牡蠣はね、結構細菌とかね、汚れが多いので下処理からしていきます。今回はね、簡単に説明しますんで、詳しくはね、説明欄にね、以前紹介した動画貼っときますので、そちらを参考にしてください。まずはね、パックからね、しっかり水気を切って牡蠣を取り出してください。その中にね、お酒をちょっと入れてください。もう適当で大丈夫です。そしてね、片栗粉、こちらも少しね、入れてください。そして優しく潰さないようにね、揉み合わせます。これでね、お酒がね、ちょっと殺菌作用もありますしね、嫌な臭みなんかも取り除いてくれます。そして片栗粉がね、まとわりついてね、余分な汚れなんかも取り除いてくれますので、お酒と片栗粉を加えてね、少しシャバシャバーっと混ぜ合わせてください。この状態でね、1分ほど漬け込んでおきます。こちら牡蠣の方がね、お酒と片栗粉でさっと揉み合わせましたらね、流水でさっとこの周りのお酒と片栗粉を洗い流してください。牡蠣は柔らかいんでね、優しくしないと潰れちゃうのでね、 2,3 回お水をこう取り替えるようにしっかりと洗ってね、周りの汚れなんかを取り除いていきます。はい、これで OK。 あとはね、ざるなんかにあげてしっかり水気を切った後に、さらにね、キッチンペーパーなんかで挟み込んで水分を取り除きます。こちらね、水分をしっかり取り除いた牡蠣、そしてね、ちょっと容器を用意してください。この中にマヨネーズですね、もう適当に入れちゃってください。1パックでしたら大さじ1杯ちょっとぐらいでいいですね。そこへチューブのおろしにんにく、これもお好みなんで適当にね、ペペペッと入れちゃってください。そしてね、このマヨネーズとおろしにんにくをまずね、混ぜ合わせてください。そこへ水分をしっかり切っておいたね、牡蠣を入れちゃいます。全部入れちゃってくださいね。はい、そしてね、この牡蠣と混ぜ合わせておいたマヨネーズね、このにんにくマヨネーズ、こちらをしっかりと混ぜ合わせてね、牡蠣の表面に絡めちゃってください。この時ね、優しくやらないとね、牡蠣が潰れちゃうので優しく行ってくださいね。はい、これで OK。 こんな感じでね、牡蠣の表面にね、しっかりマヨネーズをまとわりつかせます。ここまでできたらね、フライパンの方でカリッと焼いていきます。はい、まずはね、フライパンを中火で温めてください。フライパンの方が温まってきましたら、こちらね、マヨネーズをまとわせておいた牡蠣をね、もう並べて入れていってください。もうめちゃくちゃ簡単です。はい、このね、牡蠣の表面をね、裏表香ばしく焼き上げるだけです。マヨネーズがね、まとわりついてるんで少しね、焦げやすいので気をつけてください。ちょっと表面にね、香ばしそうな焼き色をこうつけながら裏表焼いていっていただくだけで OK です。はい、こんな感じでね、牡蠣の方に火が入ってくるとね、少しプリッと膨らんできますんでね、多分もうこれぐらいまで温まってくると焼き色もついてるのでね、ひっくり返してください。ああ、いい感じ。めちゃくちゃうまそうやん。牡蠣はね、加熱しすぎると水分が抜けてね、パサパサになっちゃってね、美味しくなくなるんでね、一気に両面焼き上げてください。はい、あとはね、もう火を止めて、このままフライパンの上でね、1分ぐらい置いといてくれたら余熱でしっかり中まで入りますので、この間に盛り付ける準備をしていきます。はい、めちゃくちゃ香ばしく焼けちゃいました。それではね、盛り付けていきます。
まあ盛り付けはできるだけ綺麗にね、真ん中が高くなるように盛り付けるといいと思います。はい、 OK。 そしてね、さらに美味しくしたいのでトッピングに刻みネギをパラリンチョで、この上からね一味唐辛子をねパパパッと振っといてください。あっという間にできるね、牡蠣のニンニクマヨ焼き、めちゃくちゃ美味しいよ。今日はこいつと合わせておビールをいただいちゃいます。それでは今日もいただきます。うまいうまい、間違いない。ガーリックマヨ最強。そしてビールを流し込む。いやー、至福の時。いや、めちゃくちゃうまいですよこれ。あっという間に作れて簡単ですしね。もう牡蠣好きにはおすすめ。ぜひ作ってみてください。はい、ということでね、今回はね牡蠣を使って作る簡単なおつまみ、牡蠣のねガーリックマヨ焼き紹介させていただきました。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。